皆様、はじめまして。強迫性障害相談ダイヤルという、その名の通り、強迫性障害の電話相談なのですが、そこのカウンセラーをやっております、マリエと申します。今までは、ホームページを作ったり、ブログを書いたり、書籍を書いたりと、地味に活動を続けてきました。まあ、今も地味には変わりないんですが、そもそもなぜ私が強迫性障害の方々のご相談に乗らせていただいているかと申しますと、私自身が強迫性障害で約17年間苦しんできたからです。簡単に苦しんできたと言いましても、皆様には分かっていただけるのかなと思いますが、尋常な辛さではありませんでした。飲食ができず、トイレすら困難だった時期もありますし、オーバードーズを繰り返し、消えたいと願う毎日でした。ですが現在は、まだ潔癖はあるものの、毎日を忙しく楽しく過ごしています。脅迫がひどかった当時は、周りから全く理解してもらえず、孤独でした。脅迫を抱える皆様は、周りの方たちに脅迫をちゃんと理解してもらっていますか？きっと私と同じく、本当の理解を得るのは難しいと思います。脅迫の独特の感覚というのは、脅迫を経験した人間にしかわかりません。単に不安や恐怖などという言葉では、言い表すことができないほどの気持ち悪さのために、脅迫行為をせざるを得なくなり、頭の中では同じことをぐるぐる考え続けても、いつまでも OK が出ない。その結果、神経がすり減るように疲弊してしまうといった感じですよね。この感覚は医師にも臨床心理士にも家族にも分かってもらうのは難しいです。というより無理です。どんなに強迫性障害について勉強をして知識があっても、感覚的な理解は無理です。しかし現在はまだ脅迫を治すために心療内科や精神科に行き薬を飲むという方法が主流です。医師たちはお決まりのように大丈夫だの脅迫行為を減らせだの言いますが、それができないから病院に行っているわけですし、医師の一言で大丈夫と思えるなら、そんな簡単な話はありません。そして精神薬をいくら飲んでも、脅迫が治らないどころか、脅迫が悪化している方がたくさんいます。薬のせいで悪化しているのに、逆に医師から薬を増やされてしまうということも多い現状です。私は少なくとも50種類以上の薬を試したことがありますが、脅迫が良くなった薬は一つもありません。脅迫の特効薬があるなら、世界中に強迫性障害の方はいません。ということで、私の場合は精神科や精神薬に頼らず、私独自の方法で改善するに至りました。脅迫の改善に医者も薬も我慢も必要ありません。意外にも簡単に改善します。私のように重度の脅迫を経験し、未だ若干の脅迫といえば脅迫、潔癖といえば潔癖を抱えながらカウンセラーをしている人間は稀だと思います。ですが私はご相談者様の脅迫の感覚が手に取るようにわかりますし、どこで行き詰まるか、どうすれば脅迫が根本的に改善するかを身をもって知っています。そのため、脅迫で苦しむ方のお力になることが私の使命だと思ってここまで来ました。強迫性障害は必ず改善します。それを皆様にお伝えするため、今後も地味に活動を続けてまいりますので、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた。